今回の動画は、ドルドーニュの春の訪れと、すみれの砂糖漬けの作り方をお届けします。このエリアにはたくさんの家庭でミモザが植えられていて、この時期はあちこちでミモザを見かけます。先日、お友達の家にある大きなミモザを贅沢に使わせてもらい、リースを作りました。ミモザリースの作り方は、以前紹介したクリスマスリースと全く同じように作りましたので、ご興味がありましたらそちらをご覧ください。私はこんな感じのリースに仕上げました。そしてなんとお友達はこちらの豪華なランプシェードを作られたようです。とっても素敵です。毎年2月の暖かくなってきた頃、外に出てみると咲いているこの匂いすみれ。フランスでは砂糖漬けにされたものが人気があると知り、ちょっと作ってみることにしました。すみれにはたくさん種類があり、食べると危険なものもあるそうですので、皆さんも作られる際はお気をつけください。また、もちろん農薬などの使用されていないものをお使いください。まずはすみれのシロップ作りから。摘んだすみれはさっと水で洗い、よく水気を拭きます。耐熱容器にすみれを入れ、熱湯を注ぎ、蓋をします。ちなみにシロップは材料の比率がすべて同じで作ることが多いようですが、私は色と香りの濃いものにしたかったので、今回の分量にしてみました。このまま24時間置いて、すみれの色と香りを抽出します。24時間置いたら、すみれ水だけを取り出し、そこに砂糖を加え、火にかけます。火にかけるのは砂糖がすべて溶けるまでで、沸騰しないように注意します。これでシロップは完成です。すみれの砂糖漬けを作ります。私は今回、
乾燥卵白を使います。小さじ1の乾燥卵白に同量のグラニュー糖を加え、よく混ぜ、小さじ5のお水を入れて混ぜます。生卵を食べるのが心配ない場合は、通常の卵白だけで大丈夫です。お水を混ぜる必要はありません。これをすみれのお花と絡めます。すみれの花一つ一つにしっかりとつくようにしますが、卵白がつきすぎないようにするのもポイントです。水分が多すぎると、次の工程の砂糖をつけるときにドロドロになってしまいます。大きめのボウルにグラニュー糖とふるった粉砂糖を同量入れて混ぜます。そこに先ほど卵白をつけたすみれを入れます。少しずつ一つ一つの花が重ならないように入れるといいと思います。ボウルを揺らしたり、ヘラで優しく混ぜながらお花全体にしっかりと砂糖をつけます。余分な砂糖はふるって落とします。クッキングシートの上に乗せて最低1日乾燥させます。花同士がくっつかないように少し間隔を空けます。完全に乾燥したら最後の工程です。はじめに作ったシロップをこのお花の砂糖漬けに絡めます。適量を小さいお鍋に入れます。私は少し紫の色のジェルを足しました。加熱するととろみがつき、色が濃くなりますので、今回はこれぐらいにします。これを110度になるまで加熱します。温まったらすみれにかけて優しく全体によく絡めます。シロップはすみれの量を見ながら調整して入れます。ここでも入れすぎないように注意します。絡めたらクッキングシートの上にひっつかないように並べて最低1日乾燥させたら完成です。出来上がったものがこちらです。まず私は販売されているすみれの砂糖漬けというものを見たことも食べたこともありませんので、今回紹介するものが本物と全く同じレシピで全く同じものにできているというわけではありませんのでご了承ください。なかなかうまくできなくてかなりたくさん失敗をしました。せっかくですので、この失敗の作品も一緒に紹介できたらなと思います。今回は卵白と砂糖をつけて乾燥させるという点までは同じ条件で作って、シロップの工程だけいろいろ変えて挑戦してみました。まず一番初めにやってみたのはこちらで、シロップの温度が120度ぐらいでした。シロップがすぐに固まってしまって上手にすみれと絡めることができませんでした。
次にこちらはほとんど着色しませんでしたので、かなり色が薄いです。またシロップの温度も100度ぐらいでやってみましたので、かなり水っぽい仕上がりになりました。こちらはちょっとシロップをつけすぎてしまったので、こういう風に固まってしまいました。一番最後に作って成功したのがこちらです。予想していたように、うまくシロップをコーティングできたかなと思います。ほとんどが砂糖でできていますが、その中にもしっかりとスミレの香りがあって、そのまま食べるだけでも結構美味しいです。で、私はこういうふうにケーキとかお菓子にトッピングして使ったりしようかなと思っています。で、他にも紹介されているものでは、シャンパンや紅茶などに入れて楽しむのもいいみたいです。紅茶にも入れます。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。